はよんぱー、バブルンだよ。今回は第2回バブルボブルシリーズの紹介。今回はレインボーアイランドを紹介するよ。レインボーアイランドは1987年にアーケードゲームとして稼働開始したアクションゲームだよ。名前は全然違うけど、初代バブルボブルの続編で人間に戻った後の僕、バディとボビーのお話だよ。だから副題にはザ・ストーリー・オブ・バブルボブル2ってついているんだ。キャラクターやゲーム性もガラッと違うから、もしかしたらバブルボブルの続編だったって知らない人もいるかも。レインボーアイランドもその後、いろいろな家庭用ゲーム機、パソコンに移植されたよ。1988年にはレインボーアイランドエクストラも出たよ。こっちは通常版のステージ構成やボスの攻撃や隠しコマンドとかが変更されて難易度が調整されたバージョンなんだ。バブルボブルの数年後、人間に戻った僕たちは助けたお父さんとお母さんから虹の魔法を授かってレインボーアイランドへ宝探しに出かけたんだ。ここで僕たちはある事件に巻き込まれていくんだ。これは冒険を進めていってノーマルエンドを迎えた時に見つけるお宝の中にあった村人の手紙でわかることなんだけど、実は姿をくらましてた真の宿敵、暗黒大魔王が村の人たちを捕らえて連れ去っちゃってたんだ。真の宿敵暗黒大魔王っていうのはバブルボブルの真のエンディングでわかる僕たちの両親をスーパードランクの姿に変えて操っていたとされる真の宿敵、つまり真のラスボスのことだよ。因縁の対決ってことだね。みんなを助けるためにレインボーアイランドを冒険するよ。この世界でのレインボーアイランドは7つのワールドから構成されてて、各ワールドには4つのラウンドがあるよ。前作では泡を吐けたけど、今作で僕ができるのは虹を出すのとジャンプだけ。虹はこんな風に敵に直接当てて倒したり、出した虹を足場にして登ったりできるよ。出した虹の上でジャンプしたり下から頭突きすると、虹を崩せて、虹のかけらを下にいる敵に当てることで倒すこともできるんだ。敵に当たっちゃったり、時間が経つと下から迫ってくる海水に飲み込まれちゃうと、やられちゃうよ。残機が全部なくなっちゃうとゲームオーバー。虹は他にも、地面に埋まってるアイテムを掘り起こしたり、離れたところにあるアイテムを取るのにも使えるんだ。とっても便利でしょ。敵を倒すと3匹ごとにパワーアップアイテムも現れるから、うまくアイテムもゲットしてステージクリアを目指そう。虹崩しやスターみたいなアイテムで敵を倒すとダイヤが出るんだけど、全部で7色あって、色は敵が落ちた場所で決まるよ。ゲーム画面を7分割して、左から赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍色、紫のダイヤになるんだ。全色集めると、ボスステージでビッグダイヤがもらえるよ。大きいダイヤも7色集めると、真のエンディングにつながる隠しステージに進めるよ。ちなみに左から赤、オレンジって順番に7色揃えられると、ボスを倒した後、隠し扉が現れて、中で隠しコマンドや強力なアイテムが手に入るんだ。7つのビッグダイヤを集められてないとノーマルエンドになるんだけど、集めてると伝説の3つの島が浮かび上がってくるよ。現れる島は、ワールド8、マジカルアイランド、ワールド9、ダライアスアイランド、そしてワールド10、バブルアイランド。対等の他のゲームがモチーフになった島なんだ。敵キャラクターやサウンドもそのゲームの曲になってたりと面白い演出になってるよ。ここで小さなダイヤを7つ集めると、金、銀、銅の鏡が手に入るんだ。手に入れないと真のエンディングにはたどり着けないようになってるよ。バブルアイランドの最後に待ち受けるボスは大きな泡吐きドラゴン。そして倒すとさらにスーパースカルモンスターに変化するんだ。真の宿敵暗黒大魔王はスーパースカルモンスターだったんだね。ちなみにワールド9の隠し扉で手に入る最終兵器のダブルウェーブを使うと、なんと一発で真のボスを倒せちゃうよ。負け惜しみメッセージも聞けちゃうんだ。
ボスを倒すか、ワールド10の隠し扉に入ると、ダイヤモンドロッドが現れて、金、銀、銅の鏡を集めてると、真のエンディングへ。手に入れたダイヤモンドロッドをかざして、泡吐きドラゴンにされてしまった村人たちを、閉じ込めてる牢屋から解放。人間の姿に戻せるよ。こうして人々を泡吐きドラゴンに変えた黒魔術は滅ぼされて、世界に平和が訪れたんだ。でももし、金銀銅の鏡が揃ってないと、村人を人間の姿に戻せずバッドエンド。ボスが出してくる泡に捕まっちゃうと、僕も牢屋に閉じ込められちゃうよ。右下が空いてたのは、僕用に取っておかれてたからなのか。ちなみにゲーム中に水晶玉のアイテムを取ると、敵の正体がわかるようになるんだ。実は、レインボーアイランドに出てくる敵の正体はみんな、バブルボブルの敵だったんだ。そして、バブルボブルの敵は、実はもともと人間だったことがクリア後のネームレジスト画面でわかるんだ。みんな真のボスに姿を変えられて、操られていたんだね。つまり、バブルボブルの登場キャラクターは、みんなもともと人間だったのだ。そしてなんと、エクストラはネームレジスト画面で入力後、最後に、伝説の BB3 についての予言が出てくるんだ。この予言は、レインボーアイランドの100年後のお話、ファミリーコンピューターで発売されたバブルボブル2につながるよ。レインボーアイランドも副題が、ザ・ストーリー・オブ・バブルボブル2だからややこしいけど、泡吐きドラゴンでの姿での2が当時はなかったから、わかりやすくするためにバブルボブル2の名前で発売されたのかも。レインボーアイランドも隠しコマンドがあるよ。それぞれのワールドの隠し扉に入ると書いてある暗号からわかるようになってるから、隠しコマンドも10個あるんだ。それぞれこんな隠しコマンドになってるよ。コマンドは1つしか使えないから注意だよ。使いたいコマンドを決めたらタイトル画面で入力。その後クレジットを入れて、左下に入力したコマンドに対応したアイコンが表示されたら、コマンド入力成功。ちなみに、レインボーアイランドエクストラの隠しコマンドは、これから全部変わってるよ。各ステージのシークレットルームに入ると隠しコマンドが書いてあるんだけど、8文字のうち、頭の1文字だけは常に表示されるけど、後ろの7つの文字は、ワールドクリア直前に取ったダイヤのカラーでどれが見れるか決まるよ。1から7のステージでシークレットルームに置かれる装備も、直前に取ったダイヤのカラーで決まるんだ。隠しコマンドの解読大変だけど、頑張って解いてみてね。以上、レインボーアイランドの紹介でした。続編というだけあって、全部クリアすると、バブルボブルの謎まで解けるようになってるんだね。ちなみにエクストラでは、ダライアスステージから始まるんだ。全体的な難易度は、エクストラの方が高いんだけど、腕に自信がある人やダライアスステージを見てみたい人はぜひ挑戦してみてね。次は続編のパラソルスターを紹介するよ。それじゃあ、またねー。